どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。最近この部屋の模様替えを徐々にやってまして、毎週のようにインテリアショップを巡って家具とかインテリア雑貨を少しずつ買い集めています。この部屋、今まではブラックとブラウンを基調としたブルックリンスタイルといいますか、結構ね、インダストリアル系のインテリアにしていて、家具もそういったカラーのものを集めていたんで、統一感はね、あるんですけども、ちょっと面白みがないというか、重くね、ちょっと堅苦しい感じがしていたので、少しずつ明るい色を取り込んでいきたいと思ってたんですよね。で、いろいろインテリア雑貨を探している中で IKEA でいいものがたくさん見つかりましたので、今日は最近買った IKEA の家具インテリア雑貨を紹介していきたいと思います。紹介する商品は全て IKEA のサイトで星 4.3 以上の高評価アイテムたちばかりなので、気になるものがあればぜひね、皆さんにも使ってみていただきたいです。あと今日紹介していく中で他のインテリア雑貨とかも映り込むと思うんで、気になるアイテムとかありましたら、あれは何ですかみたいにね、コメントで気軽に質問いただけたら返信させていただきますので、気になったらね、遠慮なくコメントください。はい、では最近買った IKEA の家具紹介していきましょう。まずこちらの鮮やかなブルーのスツールですね。これはシルレというスツールなんですけども、この IKEA らしいブルーがね、めちゃくちゃいいなと思って購入しました。うちは窓際に植物をたくさん置いていて、ここもね、今までは黒い鉢を黒いスツールに置くみたいにやってたんですけども、ちょっとね、見た目がそれもね、重かったんですよね。なので鉢も最近オフホワイトのものとかに徐々に変えていっていて、鉢カバーを変えたりとかね、そういう風にしていて、でこのスツールにも色を使いたいなと思いまして、こちらのブルーのスツールを選びました。この辺のね、鉢とかもそうなんですけど、部屋に加えたい色の一つがこのね、ブルーなんですよね。でブルーもね、いろんなブルーがあるので、絶妙な色選びが結構難しかったんですけど、ちょうどこの IKEA の商品に多く使われているブルーが今の部屋にもね、馴染みそうだなと思いまして、こちらを選んでみました。こう置いてみるとね、割といい感じなんじゃないかなと思っています。でこのスツール自体もかなり丈夫なので、耐荷重110キロとかなんで、それでいてね、結構軽いので、大きな鉢を置いておいても移動させやすいのもね、いいですね。でこちらのサイズは幅42センチ、奥行き48センチ、高さ45センチということで、結構ね、大きめなんですけど、緩やかな三角の座面と湾曲した足のデザインになってるので、見た目の圧迫感はね、思った以上にはなくて、割とコンパクトに見えます。しかもね、これ2490円なのでね、コスパめっちゃ高いと思いますね。はい、まずはこちら買ってよかったですね。あと照明もいくつか購入していまして、まずはこちらです。バルムブリクストというものですね。これいつも言えないんですけどこちらは数年前からインスタグラムとかでもよく見たドーナツ型のランプなんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか？大人気商品なので、一時期はね、ずっと欠品続きだったんですけど、最近はね、手に入りやすくなってきているようで、僕もこの前原宿の IKEA で購入しました。で今までうちの家具が堅苦しく感じていたのって四角い家具が多かったからなんじゃないかなと思いまして、こういったね、丸いデザインのものも徐々に取り入れるようにしたかったというのと、あと今回取り入れたかったもう一つの色がこのオレンジだったので、丸くてオレンジ、これはね、今のインテリアにはぴったりということで、こちらを購入しました。これをね、部屋に置いたことで一気に部屋の堅苦しさが解けた気がしましたね。柔らかなオレンジの明かりがね、とても良くてかなり気に入っています。こちらも7199円とね、割とリーズナブルなんですけども、これね、ちゃんとガラス製なので、プラスチックみたいな安っぽさもなくて、結構ね、しっかりした作りになっています。これはね、このように置いて使ってもいいですし、壁に取り付けることもできます。インスタとか見ていると、壁に取り付けてね、使ってる方結構多いですかね。今は僕置いて使ってますけど、壁にかけたらね、ドーナツのフォルムもよく見えるし、部屋にワンポイント、目を引くアクセントをつけられるんで、結構ね、面白いアイテムなんじゃないかなと思います。で、あと照明はね、こちらも購入しました。シムリスハムンというクロームメッキのベースに大きなボール型のホワイトのガラス製シェードが2つ乗ったランプです。これはこのキャビネット、これもね IKEA のベストですけども、この上に置きたいなと思って購入しました。ここにアートとか小物をね、たくさん並べて置いてるんですけども、これらをやんわり照らすランプが欲しいなと思って探していたら、このね、サイズ感もぴったりだったので、こちらを選びました。このね、2段のボール型のランプがいいですよね。これも部屋の直線的なイメージをいい感じに崩してくれるので、取り入れてよかったなと思ってます。こちらも5399円とリーズナブルなんですが、チープさはね、全然なくて、
こう目立つところに置いても問題なくかなり高見えするアイテムだと思います。あと電球は別売りなので僕はねうちでたくさん使ってますけども、プラススタイルのスマート電球を使っています。なので調光とか、あとはね色温度を変えたりとかもできるようにしています。あともう一つ照明を購入していて、こちらです。ネーブリンゲです。ネーブリンゲは4色展開されていて、結構前から僕はねこのブラックを使っているんですけども、最近かなこのライラックとダークグリーンの組み合わせのカラーが出ていまして、これがね非常にいい色だなと思ったので買ってみました。さっき部屋に最近取り入れてるといったブルーでもオレンジでもないんですけど、グリーンはね家にたくさんありますし、このライラック自体も派手な色ではないので、そんなにね他の色と喧嘩もしないかなと思って取り入れてみました。この色可愛いですよね。でここにスイッチがついていて、これでオンオフができるんですけど、これねこのコードの部分もちゃんとライラックカラーなんですよね。ここだけ真っ白とか真っ黒とかじゃないので、これもね可愛いなと思いました。でここがクリップになっていて、好きなところに挟んで使えるので、うちはこのね鏡の前に立った時にこちらを照らせるようにここに挟んで使っています。はい、このネーブリンゲで、この大きな鏡、これも IKEA の姿見なんで紹介します。こちらがニッセダールという姿見で、ウォールナット調の 40×150 センチのサイズのものです。でこれもね5000円ぐらいで買えちゃうんですけど、値段の割に結構しっかりした作りで、フレームは木材ではなく繊維板なんですけども、高級感のあるウォールナット調のテクスチャになってるので、見た感じね全然安っぽさは感じません。あと鏡面もしっかりしてるので歪んだりしないので、姿見としてもね問題なく使えます。ただこれね150センチサイズなので、こうね床に直接置いちゃうと、僕身長175センチなんですけど、こんな感じで首から下しか入らないんですよね。YouTube 撮るときはねいつも首から下なんですけど、普段ね姿見を使うときはちゃんと顔まで入った方がいいなと思いまして、下にね20センチぐらいの台を置いて、そこに立てかけるとか、あとミラーの裏側に一応フック穴もついているので、賃貸の壁に取り付けられるフックをつけて高い位置にかけようかなとかね思っています。はい、そんなねこちらのミラーもねいいですよね。とても気に入っています。あと最近購入したのがこちらのラグですね。こちらはストエンセというラグで結構人気のアイテムです。この部屋では初めてラグを取り入れたんですが、これのおかげでね部屋が一気に明るくなりました。以前隣の部屋のフロアタイルを敷き詰める動画を公開しましたが、あんな感じで床の色を変えると部屋も明るくなるし、広く見えるようになったりするので、こちらの部屋の床も明るくしたいなと思ったんですけど、この部屋はもうね家具を全部置いちゃってるので、今からフロアタイルを敷くのはかなり難しかったので、こういうねラグであれば今からでも敷けるなと思って敷いてみました。これでもねかなり部屋明るくなったと思います。床全面じゃなくても、このソファーとテーブルの一つの空間を明るいラグでまとめると雰囲気もねだいぶ変わりますね。でこちらカラーもいろいろ選べるんですが、これはミディアムグレーを選びました。このソファーと、あとね今度届く USM ハラーのテレビボードがマットシルバーを選んだので、それらに合う明るい色ということでこちらを選びましたが、いい色ですね。これもねかなり気に入っています。ソファーが180センチあるんで、ラグのサイズは一回り大きい方がいいと思いまして、このストーンエンセがちょうど 195× 横幅が133センチという形だったので、こちらのサイズもねぴったりでした。このサイズのラグだと普通に買ったらね結構高いんですけど、もう場合によっては10万円超えちゃったりとかもね全然あると思うんですが、こちらがまさかの9990円、1万円以下でこれが買えるのがね IKEA ですね。ありがたいです。厚手のパイルで目も詰まっていて、かなりねしっかりしたラグです。手触りもねゴワゴワしていなくて結構いいんですよね。これねこたつも気に入ったみたいで、よくここでね潰れています。ラグは実際に使ってみないとわからないことが多いんで、こちらもね届くまで心配だったんですけど、ファーストインプレッションねめちゃくちゃ良かったですし、実際こうしばらく使ってみても気になるところはねありません。長年使っていったらねほつれとか劣化ももしかしたら出てくるのかもしれないですけど、今のところはね少なくとも大満足です。めちゃくちゃ買ってよかったです。敷くだけで部屋の雰囲気を変えられるラグ、これもねほんと買ってよかったですね。はい、最近買った IKEA の家具インテリア雑貨はこんな感じですかね。最近 IKEA 以外にもいろいろ買ってて、もうすぐね USM ハラーも届くし、部屋がねまた徐々に変わっていくと思いますんで、近々またルームツアーもね撮ろうかなと思っています。ルームツアーね久しぶりなんで、気になる方はねぜひチャンネル登録をしてお待ちください。
はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうしたインテリア関連の動画もいろいろお届けしているので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。